イングランド北西部にあるリバプールには昔多くの中国人船員が出入りしていたのをご存知でしょうか。彼らは2度にわたる世界大戦で過酷な環境下であったにもかかわらず、イギリスの補給路を維持するために命を捧げて働いていました。しかし戦後、彼らはその功績を称えられるどころか人種差別の対象となり、ひっそりと国外追放され、二度と戻ってくることはありませんでした。彼らはイギリス人妻や子供たちに別れの言葉を交わす気かすらないままこの土地を去りました。少しずつ公に語られるようになりましたが、被害者たちは今日でさえ終止符を打てずにいます。何があったのか、今回ご紹介いたします。皆さんこんにちは、シンです。今私はこのリバプールの中華街に来ております。で、今回ご紹介するね、この中国人船員の追放事件というのは、戦後イギリスで最も悲劇的かつ不当な扱いの一つの事件というふうに言われています。早速ですね、何があったのか見ていきましょう。19世紀の初めにですね、主に上海からの中国人というのがここリバプールにやってきます。で、彼らの多くはですね、イギリスの商船の会社で働いていたとされていて、当時ヨーロッパの中ではここが最も古い中国人コミュニティっていう風に言われています。で、その後ね、時は進んで19世紀後半になってくるとですね、また中国人というのが増え始めて、ここが当時は最大の中国人コミュニティっていう風に言われています。で、お察しの方もいるかと思うんですけれども、アヘン戦争というのが影響していて、当時、港を開放しなきゃいけないよっていうような理由で、開放されて、この両国間での貿易っていうのが盛んになりました。で、その貿易が盛んになったことによって、リバプールに多くの中国人が来るようになります。で、当時ですね、この中国人の方々っていうのはブルーファネルラインという会社に勤めていたそうです。この会社はですね、貿易の会社になるんですけれども、中国とイギリスを行ったり来たりする貿易商船の会社になっています。で、当時のオフィスというのが、私の後ろに見えているこのザ・ヌックっていうパブの隣になるんですけれども、皆さん時間があってはこのパブで遊びに来て、みんなと一緒に時間を過ごしていたそうです。でね、当然貿易会社なんで中国からこっちに来てはそのまままた中国に戻られる方もいるし、こっちで定住して今度はこっちから中国に行ってまたこっちに帰ってくるっていうような方も出てきたそうです。で、リバプールもですね、この港というのがどんどん拡張していって、19世紀後半にはですね、香港だったり広東省の港とも貿易をするようになり、今度はですね、広東人だったり香港人っていうのがリバプールの中華街に出てきます。上海にですね、バンドっていうのがあるんですけれども、あそこはヨーロッパ様式の建物がずらーっと並んでいるところになっていて、モチーフとされたのはですね、なんとここのリバプールの港町の景色だったそうです。なので当時リバプールがどれだけ影響力があったのかっていうのが分かります。第二次世界大戦が始まると、中国人船員はイギリスの戦争において不可欠な役割を果たしましたが、その貢献はしばしば忘れられがちでした。今でも大西洋の戦いは大戦中最も激しい戦闘の一つとされており、中国船員が多く登場していた補給船はドイツ軍から執拗な攻撃にさらされていました。最大2万人いた中国人船員はイギリスのために命を懸けて戦い、食料品、武器などを提供したと言われています。しかし外国人ということから差別を受け、賃金は最大でイギリス人の4分の1とされていたため、彼らの生活環境は決していいものとは言えませんでした。それでも彼らは必死に働き、戦いで命を落とした人も多くいました。賃金における不満をぶつけた結果、彼らへの不当な扱いが一層増していったようです。そんな中、戦争が終わってリバプールに戻ってきた船員たちにさらなる悲劇が起きます。戦後2000人前後のですね、この中国人船員っていうのが今私のいるこのリバプールの港に戻ってくるんですけれども、当然ながらその友達だったり家族だったり会うのを大変楽しみにしていたんじゃないかなと思います。そんな中ですね、こっちに帰ってきてすぐに国外追放されることになるんですけれども、1945年10月にですね、イギリス内務省は中国人船員は社会的に望ましくない人々っていうレッテルを貼ってですね、彼らの国外追放を正当化しました。で、社会的に望ましくない人々っていうのは建前でしかなくて、イギリス政府の本音としては当時中国人船員のこの影響力の拡大を恐れていたからだそうです。
で翌年の1946年までにですね、大規模な強制送還っていうのを行い、最大1300人前後の中国人船員っていうのが、上海だったり香港だったりシンガポールに追放されることとなります。イギリス人女性の方なんですけれども、中国人と結婚したっていうので市民権を剥奪されることになります。中国人に対してというよりかは、当時イギリスは外国人と結婚していたら市民権を剥奪するよみたいな政策を取ってたんですよね。なんですけれども、明らかな差別っていうのはあって、当時イギリス政府はですね、中国人船員と結婚した女性っていうのは大体売春婦だっていうような、レッテルが貼られて、相当な屈辱を味わいながら暮らしていく必要があったそうです。イギリス政府はね、当時この国外追放っていうのを公にしたくなかったんですよね。なので、秘密裏に行うっていう意味で、拉致流に近い形で、人をですねさらって、追放をしていたそうです。でこの中国人船員を輸送するときなんですけれども、当時ね、人ではなくて、貨物っていう扱いで輸送してたみたいです。であえて貨物にすることによってその人間の出入りの記録っていうのを抹消することも可能でしたし、人を輸送するってなるといろいろな手続きとかをしなきゃいけないんですけれども、貨物だったらねすぐにそのまま面倒くさい手続きなしに輸送ができたっていうので、貨物扱いとして追放されることとなります。またその強制送還っていうのは1日や2日でできることではないので、その強制送還をやっていた間に帰ってきた中国人船員っていうのは、そのまま追放されることとなったようです。イギリス政府はこの中国人船員を戦時中の労働力っていう風に見なしてたんですよね。なので戦争が終わったことによって彼らはもう用なし扱いですっていうので、追放されることになるんですけれども、そのまま彼らはこの町から姿を消すこととなります。でここからこのイギリス人女性とその子供たちにとっては悲劇、悪夢の始まりだっていうふうに言われていて、多くの被害者はですね、夫あとは父親が自分たちを見捨ててどっか行ってしまった、または戦争で亡くなってもう帰らぬ人になってしまったっていうふうに信じ込むまでに追い込まれていったそうです。で子供たちはこの自分たちの父親がいない状態で、何十年と育っていくことになるんですけれども、この育っていく中で混乱、悲しみ、怒りっていうさまざまな、感情がミックスしていたというふうに、言われています。で子供たちはですね、ハーフっていうことで、明らかに見た目が違うっていうので、差別の対象になってですね、相当苦労されたみたいですし、でイギリス人女性側もですね、その中国人と結婚しているので市民権を剥奪されて、生活補助金を受給できる状態になくてですね、もう経済的にお金が足りないっていうので、その子供を手放す人が出始めるんですよね。でこの手放しちゃった子供っていうのは、個人行きになるんですけれども、その孤児院で育った子供たちというのは、自分たちの両親を知らないわけですから、自分たちの血には中国人の血が入っているっていうのを知らずにそのまま大きくなった方も多くいたそうです。でこの中国人船員の子供たちっていうのは真実を知らないまま育っていくんですけれども、彼らもね自分の父親を探すっていうのでリサーチをし始めますと。で1980年代90年代頃にですね、実は自分たちの父親は急にいなくなったんじゃなくてイギリス政府によって強制送還されたんだっていうのが明るみに出ます。でこれを機にですね、中国人船員の子どもたちっていうのはイギリス政府から釈明を求めているんですけれども、今日に至ってはですね、イギリス政府はこの事件を公式に認めてはいるんですけれども、まだ謝罪というのはしていません。なので、この被害者たちは、依然このイギリス政府から謝罪を待っている状態です。なんですけれども、そんな中、2006年にですね、私の後ろに、この中国人船員を称えるっていう意味で、この石碑っていう表現が正しいかどうかわからないんですけれども、がこの港のところに建てられます。でこちらがその石碑になるんですけれども、ごめんなさい、ちょっとうまく翻訳できるかわからないんですけれども、翻訳するとですね、2度にわたる世界大戦でこの国のために奉仕した中国人船員たちへ、そしてこの国のために命を捧げた中国人船員たちへありがとうございます。
強制送還の対象とされた中国人船員と、何も知らずに急にいなくなった、夫、あとはパートナー、そして、自分たちの父親を知らないまま育ってきた子どもたち。これは、我々がこの事件を覚えている、そして起こったことを認める、ものになります。二度とこのようなことが起きませんように願いますというような感じです。でこの記念碑があることによって、こういう事件があったんだよっていうのはイギリス政府は認めているようなものになるんですけれども、どうですか皆さん、これ足りると思いますか？苦痛を味わいながらね、育ってきた、自分の父親が誰なのかわからないまま、大きくなっていった、成長していった子どもたちからすると、これちょっとあまりにも足りないんじゃないのっていうようなコメントはあります。でこの記念碑は2006年に、設置されているので、被害者の奥さん、母親にあたる方が、この記念碑を目の当たりにするチャンスっていうのは、少ない中で、果たして、彼女らからしてもこれが足りるのかどうか、自分の子供がですね差別を受けないために、父親が中国人であるっていうことを隠していたそうですし、周りからねいろいろ陰口にも耐えながら子供を育てたわけですから、この記念碑がそれで、賄うのかっていうのは、ちょっとやっぱり疑問は残ります。で今日についてなんですけれども、この中国人船員の子どもたちにあたる方々がですね、この事件というのをより世間に広めていく活動をしていたり、あとは国からの謝罪っていうのを依然、求めながら、日々活動されています。今回の話ってなんかすごいこう悲しみだったり、疑問だったり、なんかこういろいろと思う、ところもあるんですけれども、この被害者の子どもたちっていうのは自分たちの父親がどこに行ったのかっていうのを探しながら生きていく必要がありましたと。わずかながらのねこの情報をもとに、必死に親が帰ってくるのを待っていましたと。今はねその国がこういうことがあったんだよっていうふうに認めてはいるんですけれども、謝罪っていうのがまだない状態で、被害者の子どもたちはそれを待っています。でこの子どもたちもですね、今や80代っていうところで、決して若くはないですと。なので不運にも謝罪が来る前にこの世とお別れをしてしまうのか、それともこのまま沈黙を貫けば不満の声、反発の声というのがなくなるっていうマスターマインドの被害者なのか、ちょっと僕には分からないですけれども、どうなるか非常に気になるところではあります。皆さんはどう思いますでしょうか？私だったらとかっていうような感想は、述べるつもりはないんですけれども、ただこういうことがあったよっていうのを、皆さんにお届けしたかった次第です。でまだまだねそのカバーできなかった部分とか、内容もあるんですけれども、できるだけ簡単にまとめた結果、こういう形になりました。で本来であればねその被害者の方々に直接お会いして生の声っていうのを皆さんにお届けしたいんですけれども、そこまでの、リソースというかキャパシティというか能力がまだないので、ちょっと今はできないんですけれども、もし機会があればぜひ、生の声というのをですね皆さんにお届けしたいなというふうに思ってます。ということで、今回の動画はこちらで以上となります。リバプールからでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。